バスケは酸素。どうもバンバです。皆さん、今大学バスケがアメリカで最高に盛り上がっているのをご存知でしょうか。シーズンも大詰め、マーチマッドネスも終わりに近づいてきましたが、史上最高の大学バスケチームにまであと1勝。無敗のゴンザガを決勝に導いたジェイレン・サックスのブザービーターはやばかったですし、女子はなんと本日チャンピオンが決まりました。トーナメント全体ではもうプレースタイルが好きすぎて、僕が最推しだったのはアイオワのケイトリン・クラークなんですけど、ペイジ・ベッカーズのユーコンと直接対決で負けてしまい、じゃあバンリスと今野さんがプレーしているルイビルを応援しようと思ったんですけど、そんなルイビルを倒し、強豪サウスカロライナ大学を倒し、日本時間では今朝決勝でアリゾナ大学を下し、見事今年の2021年マーチマッドネスで優勝を果たしたのが、今日の動画で紹介するキャメロン・ブリンク率いるスタンフォード大学でした。ブリンクは後に語るある理由から、ステフィン・カリーのほとんど妹と言っていいような存在で、なんとほぼ195センチとステフよりも背が高い彼女は、その高さとカリー家に鍛えられたアウトサイドショットを持つ特別なプレイヤーとして1年生ながらスタンフォードの優勝に大貢献しました。今日はそんなブリンクとステフの背番号にちなんで22,030いいねをこの動画で視聴者の皆さんと一緒に目指そうと思います。では、2001年12月31日、キャメロン・ブリンクはニュージャージー州のプリンストンに生まれました。母親のミシェルと父のグレッグは共にバージニア州立大学の元バスケットボール選手であり、学生時代にミシェルは後のステフィン・カリーの母親ソニアとルームメイトになり、父親のグレッグは NBA ドラフトにかかる前、バージニアでの最後のシーズンを送っていたデル・カリーとチームメイトとしてプレーし、それからというもの、ブリンク一家とカリー一家は家族ぐるみの仲となり、デルとソニアはキャメロンという名前をこの物語の主人公につけた彼女の名付け親となりました。夏休みになれば共に旅行に行ったりバスケをプレーしたり、カリー家とブリンク家のそれぞれの子供たちの試合の時にはコートサイドに駆けつけて応援したりと、まるで一つの大家族と化していた両家。ブリンクははじめスポーツには全く興味を示さず、ペイント内ではなくペインティングが好きで画家を目指していたのんびりとした子供でしたが、兄のような存在であったステフとセスに憧れていた彼女は、彼らの影響で何かとバスケットボールに触れる機会があり、ある時にはチアリーディングの格好をしてデイビッドソン大学時代のステフを応援しに来るなど、ブリンクはカリーブラザーズにとっても年の離れた可愛い妹のような存在でした。ある日、ブリンクがシャーロットのカリー家に遊びに行った際、カリーの母親のソニアは彼女にバスケットボールをやってみないかと何度も勧め、周りには男子しかいないことや練習が難しいことから、初めはキャンプに参加することを嫌がっていたブリンクでしたが、女の子だからという理由で彼女に全くパスしようとしない他の男子たちに腹が立ち始め、次第にブリンクは自らリバウンドをもぎ取ってアグレッシブに攻めるようになっていき、彼女は何者だと少しずつ騒がれ始めるようになっていました。デルとのキャンプ後、ナイキで働く父親の仕事の関係でアムステルダムに移り住んだブリンクですが、そこで当時は5年生ながら6年生を相手に難なく点を決められる自分に気づき、幼い頃から共に高め合い、プロになる夢を叶えたステフとセスのように、自分もこのまま努力を積めば女子バスケットボールで最高の選手の一人になれると信じ、練習に練習を重ねていきました。ヨーロッパからアメリカに戻り、高校でブリンクの身長はほぼ195センチにまで成長し、なんとステフとセスの身長を追い越してしまいました。即座にバスケットボールのみならずバレーボール部の一軍に入れられるほどであったブリンクですが、高さとアグレッシブさを兼ね備えていた彼女は、ペイント内だけでなくデルと共に一からシュートフォームを作り直してきたこともあり、アウトサイドシュートが非常にうまく、オフェンスでは頻繁にダブルチームを引きつけるためチームメイトを生かすこともでき、ディフェンスにおいてはさらに驚異的な存在としてブロックを連発していた彼女は、その身長に加えまるでフォワードのようなスキルを持った稀有なプレイヤーとして、同様の理由でケビン・デュラントからユニコーンと命名された我らがマブスの大黒柱クリスタプス・ポルジンギスのようだと言われるようになっていき、ポルジンギスは彼女がプレーを見て学んだお気に入りのプレイヤーの一人でもありました。1年目から平均 12.5 得点、8.5 リバウンド、3.7 ブロックを記録したブリンクはチームを州の決勝に導き、優勝を果たすとなんとバレーボールの方でも州の決勝で優勝し、2つのスポーツで州大会優勝を果たした数少ない選手となり、ステフがブリンクのバレーボールでの優勝についてインスタグラムで投稿したことは、彼女に世界中から注目が集まり始めた最初の理由の一つでした。
2年生からはバスケットボールだけに集中し始めたブリンクはバックトゥーバックで州の決勝戦で優勝を果たします。 ESPN から全米でナンバー2の女子高校生プレイヤーと評価されていた彼女はすでに女子バスケの名門であるオレゴンやユーコンなどからオファーを受けていました。今年2021年のマーチマッドネス最終4校、通称ファイナル4にまで勝ち上がってきた大学にはパック12というカンファレンスに所属する大学が多くを占めています。この強豪パック12の中でも支配的に強いことや家族と近いこと、そしてもはや家族同様であるオークランドに住んでいるステフに、当時はポートランドにいたセスにも遠征の際には会いに行くことができるパック12のスタンフォード大学に進学することを早くから決断していました。3年時には平均 21.3 得点 11.1 リバウンドを記録しチームを引っ張り、念願の州大会3連覇を成し遂げることはできなかったものの、彼女はついにアメリカ代表に選ばれ、ケイトリン・クラークやペイジ・ベッカーズ、ヘイリー・バンリスとともにアンダー17、18、19のワールドカップで母国に金メダルを持ち帰ります。ステフィン・カリーのキャンプではペイジ・ベッカーズやジェームズ・ワイズマンと競い合い、スタンフォード大学へ進んでいったブリンクですが、大学から近いという理由でステフの妻アイーシャの実家から頻繁に学校に通っていました。その負けず嫌いさからファールトラブルに陥ることも頻繁にあったブリンクですが、スタンフォードでも守護神と化し、チームは順当にマーチマッドネスに進んでいき、ブリンクはスイート16のミズーリステート戦では5ブロックを見せつけ、相手を寄せつけず、スタンフォードは続くエリート8でヘイリー・バンリスとダナ・エヴァンズ、そして今野紀香さんがプレーするルイビル大学と対戦します。序盤からエンジン全開であったブリンクは1ピリだけで3ブロックを見せ、立て続けにアンドワンを沈めチームを引っ張りますが、ルイビルにハーフタイムで12点差という大差をつけられてしまいます。そこからスタンフォードは3クォーターで点差を2点差にまで縮め、怒涛の第4クォーターでルイビルを突き放し、見事ファイナル4にまで進んでいきました。ファイナル4でのサウスカロライナ大学との一戦では6ブロックと、ブリンクは守護神としてペイント内を守っていたものの、ファールトラブルに苦しめられ、試合時間残り1分を切り2点をリードしていたスタンフォードですが、スリーポイントを決められ大ピンチに陥ります。ここからエースのヘイリー・ジョーンズのジャンパーが決まり逆転すると、残り28秒、1点差とスタンフォードがリードする場面、ブリンクのブロックで点差を死守します。しかし1点差残り7秒の局面、インバウンドパスを受けたブリンクはトラップされ、ボールをこぼし逆転負けの危機に陥りましたが、わずかにエリア・ボストンのフォローが外れ、間一髪でスタンフォードはついにチャンピオンシップゲームへと駒を進めました。決勝では同期のペイジ・ベッカーズが率いるユーコンとの対戦が予想されていましたが、スタンフォードは優勝候補のユーコンを倒したアリゾナ大学との決勝戦を迎えました。ブリンクのヘッドコーチタラ・バンダービアは女子バスケ界のコーチ系と呼ばれる人物であり、スタンフォードを1985年から指揮し、このシーズンで歴代最多勝数を記録した女性コーチとなった。そんな彼女に優勝を捧げられるか、運命の一戦をブリンクの母とステフの母も見守る中、彼女はインサイドを支配し、第4クォーターにはアリゾナのスターアーリー・マクドナルドに強烈なブロックを決めます。ファールトラブルに陥ったブリンクをコーチは一瞬休ませますが、マクドナルドのクラッチスリーが決まり、残り時間3分で50対51とリードは1点差となり、ブリンクはすぐさま試合に戻ります。審判の誤審はアリゾナのチャンスを大いに下げたものの、ラストショットに試合の運命は託されますが、ブリンクは見事自身初の NCAA チャンピオンに輝きます。気分はどうだいチャンピオンと、そんな彼女の姿を見守っていたステフを誇りに思わせたブリンクは、今シーズンスタンフォードでの1年目の選手として史上最多のブロックを記録した選手となり、そのプレーからも多くのファンを持つ彼女は女子バスケ界のユニコーンとして多くの注目を女子バスケットボール界にもたらしているプレイヤーです。皆さんが応援している女子バスケットのプレイヤーは誰ですか？ぜひコメント欄で教えてください。そしてチャンネル登録30万人を2021年末までに達成するのがゴールなので、ぜひ協力してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。